こっちの猫って細いね。ね。めっちゃ食べてる。だって辛くはないらしい。めっちゃいい匂いする。はい、はじめまして、つよしです。いきなりなんですが、やらかしまして、というのも、カンボジアに着いた時の映像の様子とか、いろいろ撮ってたんですけど、間違って2日分のデータを消してしまいました。なんでちょっと今、改めて、次の旅に行くその前にオープニングを撮り直してます。改めてこのチャンネルを始めたきっかけについて簡単に話すと、僕自身、すごい緊張しやすかったりとか、あとはいろんな場面において生きにくいなって感じることが多かったんですけど、それでも好奇心に従って、心に従って生きていきたい。そう思って旅に出ることにしました。正直ちょっと話すのはあんまり得意ではないんですけど、海外行ってみたいけど不安だなって思っている方や悩んでいる方の参考になるような情報も含めて、リアルな旅の映像をお届けできたらなと思っています。まだ旅も撮影も慣れていない部分が多いのですが、そんな部分も含めて温かく見守りながら応援していただけたら嬉しいです。では、行ってきます。あ、そうだ、よかったらチャンネル登録もお願いします。ちなみに今から上海に向かうところなので、そちらの動画もよかったら見てみてください。はい、じゃあ改めて行ってきます。まずは簡単にですが、カンボジアへ行くにあたって準備したことなどをお伝えします。いろいろな予約アプリを比較して、なるべくお手頃なところで手配しました。航空券はトリップドットコムで予約しました。往復で約7万円ほどで、航空会社はベトナムの LCC、ベトジェットエア。LCC なので機内サービスはなく、飲み物や食べ物はすべて有料の機内販売でした。中部国際空港からベトナムのノイバイ国際空港を経由し、合計約10時間でカンボジアシェムリアップ国際空港に到着しました。実は今回が初めての乗り継ぎだったのですが、見事に間違えまして、ベトナムの入国審査を通ってしまいました。幸い、乗り継ぎまで4時間あったので問題はなかったのですが、戻るまでに1時間近くかかってしまいました。皆さんも乗り継ぎの際は十分ご注意ください。日本からカンボジアに入国する際にはビザが必要です。到着時に申請するアライバルビザ、もしくは事前にネットで申請ができる E ビザがあります。今回は E ビザを選びました。手数料が約6ドルかかってしまうのですが、到着後に空港で並ばなくていいのでスムーズに入国できます。サイトのリンクは概要欄に貼っておきます。次に、アンコール遺跡群を観光するにはアンコールパスというチケットが必要です。購入方法はチケットセンターで直接購入する、またはネットから事前購入することもできます。ネットで購入する場合、生年月日、顔写真、訪れる予定の日付を送るとチケットがメールで届きます。その画像をスマホに保存しておけば、それを見せるだけで遺跡に入場することができます。ホテルはアゴダで予約しました。料金は割引込みで1泊あたり1900円ほど。シャワーの水圧は若干弱かったのですが、エアコンの効きもよく快適に過ごせました。次にネット環境について。今回はオラフライの eSIM を使いました。eSIM 自体を使うのは2回目で少し不安だったのですが、カンボジアに到着してからほんの
2、3分で接続することができました。地図アプリや QR コード決済、検索で使うくらいでしたら、1日 1GB でも十分でした。空港から中心地までの主な移動手段として、送迎バス、トゥクトゥク、タクシーなどがあります。実は日本にいる間にクルックというサイトで事前にバスを予約していたのですが、飛行機が2時間ほど遅れたため乗り遅れてしまいました。そのため空港とシェムリアップ市内を行き来するシャトルバスに乗りました。空港内のチケットセンターで片道8ドル、往復券は16ドルで購入することができます。実際帰りもこのバスを使って空港まで行きました。バスの乗り場は CDF アンコール免税店という白い大きな建物の前にあります。こちらもリンクを貼っておきます。シェムリアップ市内では主にトゥクトゥクを利用しました。料金は1回100円から200円程度でした。また運転免許がなくても乗れる電動バイクもあり、自由に動きたい方にはおすすめです。今回この電動バイクを1日だけレンタルしたのですが、その時の料金は8ドルでした。さらに少し値段は高くなってしまうのですが、タクシーも利用可能です。最後にカンボジアのお金事情について。カンボジアではリエルという現地通貨に加えて米ドルも普通に流通しています。レートはざっくり4000リエルで1ドル程度。注意点として、屋台などでは100ドル札や50ドル札などの高額紙幣が受け取りを断られることもあります。なので、両替の際はできるだけ少額紙幣にしてもらうのがおすすめです。実際、コンビニでも目の前のお客さんが100ドル札を使おうとしていたんですけど、受け取りを断られている場面を見かけました。レストランやスーパーではクレジットカードも使えました。はい、それでは今から実際の旅の映像をお届けします。ここぞ。お茶買いました。なんだろう、なんかいろいろ入ってるやつです。甘い。今回は使わないんですけど、ここが両替するのはいいって出てきました。ここの像の向かい側ですね。今からアンコールボタニカルガーデンっていうところに行こうと思います。あ、Hello. Hello. That's Japan? Yeah, Japan. How long you stay in India? Eh? How long you stay in India? 6 days. Oh, 6 days. And today the last day? Today is second day. Did you visit Angkor Wat? Angkor Wat tomorrow. Oh, tomorrow. How are you today? สุขสบาย Oh, សុខសប្បាយចេះខ្មែរច្រើន Can you speak Khmer? little. មិនតែ little. This is Royal Garden. Royal Garden. Yeah, Royal Garden. You buy electronic. This is Angkor Wat. Angkor Wat. Yeah, not far. You go to here, and you can buy the small tool. You try buy electronic. And you know the first. I think maybe this is the last day. You can go this one. ここがボタニカルガーデンです。はい、ボタニカルガーデン。
広いのかな。行ってきます。あ、猫ちゃんかわいい。やっぱこっちの猫って細いね。ね。いや。あ、あかん。あ、こん。はい、はい、よいしょ。はい、あかん。よいしょ。パイナップル。パイナップル。すごいすごい。ずっとパイナップル。ずっとパイナップル。そう。すごいな。そう。ダチョウがいる。ダチョウがいる。すごい。めっちゃ食べてる。めっちゃ食べてる。見て。すごい、すごい食べてる。うわ、怖い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 。目がちょっと青いんだ。怖い。怖い。あ、よかっちゃった。Ui, nó làm đi câu mà đi sao? こんにちは。すごい。すごいすごい。サービス精神旺盛。おお。はい。ということで、アンコールボタニカルガーデン、思いのほか楽しかったです。はい。皆さんもぜひ来てみてください。迷子です。15分ぐらいさまよってます。これはね、わからない。やばい、閉じ込められた。あ、すごい。Go straight. Go straight. Yeah, and then yeah, Turn left. yeah. Okay. Thank you. 出口ありました。出れました。ようやく出れました。30分ぐらいかかりましたね、結局。よし。とりあえず、今11時半なので、どうぞ。なんか焼いてる？ここに行こうと思います。なんとかマーケット。なんか焼いてるから、なんだろう、何言ってんのかな。あ、さすがい。Đây. Đây một túi.
はい、赤山、はい、買いました。すごい甘い匂いがする。はい。なんだろうこれ、名前聞くの忘れた。なんだろう。はい。じゃん。なんだこれは。お米です。なんかちまきみたいな。見えるかな。あ、ごめん。いただきます。中に何か入ってる。なんか紫色の、すごいもちもちしてて美味しい。バナナかな。あ、バナナだ。バナナです。マーケットに今から行ってきます。はい、見えてきました。多分この通りがそうなんだろうな。さっきのボタニカルガーデンからどのぐらいかな、10分15分ぐらい歩いたところにあります。ドリアンだ。食べようかな。ドリアン買いました。これ5ドルもする？わかんないんだけど。多分高いよね。多分高いよねこれ。どうなんだろう。ちょっとコメントで教えてください。はい。とりあえず食べます。ドリアンちょっとぐちゃぐちゃになっちゃったけど。マンゴーをものすごい滑らかにした感じ。匂いもね全然ない。意外と美味しい。中に種が入ってる。はい、アイスコーヒー買いました。 1.75 ドルです。はい、今からジムに行ってきます。アンコールフィットネス行ってきます。
はい、トレーニング終了しました。ちょっとジム来るまでものすごい体だるかったんですけど、体動かしたことでだいぶリフレッシュできました。Sudah di massage 1 hour. わあわあわあ It takes 1 hour. I think so. バナナシェイク。いただきます。うん、バナナシェイク。そう。辛くはないらしい。うん。ちょっと冷ます。春巻き。Vou acariciar desde aquí.2階のお店で踊ってる。ずっと踊ってる。手作りで。すごいね。ナイト、あれさっきも見たやつだ。ナイトマーケット。確かに。釣り、車とバイクでぶつかってました。皆さんもちょっと気をつけてください。もうちょっと怖い。大丈夫か。ちょっともう動いてるのが怖いんだけど、僕は。
ステ疲れる。これは今、オールドマーケットとシェムリアップ川の間の通りです。オールドマーケットから川越えた向こう側も結構賑わってて、一旦ちょっとこの川沿いオールドマーケット側を行ってから反対側も見てみようかなと思います。して怖い。ちょっと。多分言ってる。これ。ミスった。やばい。ちょっと待って。これ。いけるか。いける。いけない。待って。終わっちゃった。何時今。9時半分だ。マジか。終わっちゃったよ。残念。行こうと思った瞬間に終わっちゃった。残念。終わっちゃった。ということで買いました。料金はなんかカップで1カップいくらっていう感じになってて、で今回その3種類欲しいって言ったんですけど、なんかそしたら1つのカップに3種類均等に入れてくれました。匂いはめっちゃいい匂いする。なんだろう、バーベキューソースみたいな。バーベキューソースじゃない、なんだ、照り焼き。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いするんだよ。いただきます。まずは幼虫。現地の人ににっこりされました。幼虫。いきます。なんだろう、揚げてるから、外はカリッてしてて、中はとろっとして、味はね、なんだろう、何が近いかな。なんかね、なんだ、お菓子であるんですよね、これ。
ポロポテトみたいな匂い。パッカいただきます。うん。うん。味はしない。食感がエビってだけで、エビってだけで、味はそんなに、うん。エビの尻尾なんていう。で、次が、黄金虫。黄金虫だよね、多分。なんか動きそうな気がする。いただきます。うん。一緒。あ、で、これ一応、その、種類選んだらそれぞれ味付けして、なんか、ネギみたいのが入ってるんですけど、それと一緒に、これを、あえてくれるみたいです。うん。ネギ辛っ。ゴールデンレトリバーが、ゴールデンレトリバーじゃないか。大型犬と颯爽としていきました。はい。そんな感じです。今は、オールドマーケットが後ろにあって、で、こっちがシムリアップ川の向こう側に行ってます。伝わるかな。どうしようかな。いつまで行こうか。こっちの反対側も結構お店が見えてるんで、ここ行ったらホテル帰ろうかな。あ、待って、やばい。足がかゆい。蚊に刺された。大丈夫かな。うわ、蚊に刺された。あ、そうだ、蚊に刺された関連で言うと、一応渡航前に A 型肝炎と B 型肝炎と、あと破傷風のワクチンは受けました。あ、どうしたい？あ、ジャックフルシェイク。ジャックフルーツシェイク1ドル。わ、すごい安い。チャーハンとかもだいたい 1.5 ドルぐらい。はい、ジャックフルーツシェイク買いました。飲んでみます。
なんかさっぱりした甘さのシェイクです。うん。なんか薄いカルピスみたいな味がします。はい。Hoặc mà xem Chidoro. Được này. Chidoro. Yes. $1. Oh, $1. Yeah. One full $1. You got soup. Look. What do you want? Cambodia. Siem Reap. Bayan. Angkor Baby Elephant. Sarom. Apsara. Apsara. Kawit.はい。カンボジア2日目終了しました。分かってはいたんですけど、やっぱりなんていうのかな、今日一日を通してこういろんなことに対してなんて言ったらいいんだろう、こういいことばかりじゃないんだなっていうのが分かりました。はい。いや、あれドリアン絶対高いよね。あれドリアンあれ絶対高いってことがあったりとか、子供たちがね、裸足で歩いてるんですよ。物を売ったりさ、夜遅くまでさ、こう物を売ったりだとか、お店の手伝いしてさ、自分はさ、こう日本に生まれてきて、ね、改めてさ、それがこう、ね、当たり前じゃないんだなっていうか、恵まれた環境に恵まれた環境に生まれてこれたことに本当に感謝しけ本当にね、そう感謝しなきゃいけないし、でさ、普通に生活してたら、ね、このさ事実を知ることはないと思うんだよね。思うんですよ。この事実を知ることはないと思うんですよ。もちろんこうやっぱり、ね、今情報社会だからテレビを通して画面を通してそういう情報が入ってくるっていうのはあると思うんですけど、実際こうやってね、生で見ると、ね、どうにかしてあげたいなって。じゃあ今何ができるのかって言われたら、なんだろう、どうなんだろ
裸足で道端を歩いてさ、物を売ってる子供たちにお金を払うことが果たして正解なのかどうか。なんかそこについては素直にお金をその子に払ってあげればいいかって言われたら、それはなんか違うと思うんだよね。もちろんその目先のこと、今日その日の食べ物が食べられるだけのお金っていう意味では意味あると思うんだけど、そうしたとしてもね、それがその1回で終わっちゃうわけだし、お金の使い切ったら、だからそういうことじゃないんだろうなって。他にもっといい貢献の仕方がある。僕はそう思いました。さっきまでクラブ行ってたやつが何言ってんだって感じですけど。だからといって今の自分にはそれをどうすることもできない。まだ何か貢献できるような力があるわけじゃないし、だから今の僕にできることは本当にカンボジアを精一杯楽しんで、カンボジアを精一杯楽しんで、それを世界中の人に届けて、そしたらさ、ね、そのお金でさ、もちろん自分の生活、最低限の生活は確保した上で、ね、そういうね、子供たちに回せたらいいなって。はい、やばい。なので、明日はアンコール遺跡群精一杯楽しんできます。全然楽しむテンションじゃないって。はい、そんなことを感じました。うん。本当にこの気持ちを忘れないようにしたい。ね。で、明日はついにアンコール遺跡群に行くので、楽しみです。こういう感じで、もう夜遅いので、遅いと言っても11時ぐらい。遅いか。明日は遺跡を巡るので、体力温存のために寝ます。おやすみなさい。This one is my